こんな感じですね。画面の真ん中がこう一番下になってるんですけど、そうなんですよ。コロナショックの時、実際、場中で70ドル台まで行ってるんですけど、まあ、終値ベースだと、コロナの時に、85ドルに行ったと。で、それが、今月19日ですね。19日に、その終値ベースでコロナ水準を割ったっていうことですね。うん。これやばくないですかっていう話ですね。なんでやばいのかなって思うと、だから、コロナのなった瞬間ってやっぱまあ、コロナショックって言われるぐらいで、なんか世界の終わりみたいな感じになったわけですよね。で、飛行機飛ばない、原油は先物マイナス、ディズニーなんか行く人いない、全員隔離みたいな状態に、なっていたわけなので、まあ、世界が絶望していた時よりも今株価が下がってしまったというですね、現在のディズニーであります。はい。でなので、まあせっかくの機会なので、まあこのディズニーってね、じゃあ実際どんなもんなんだっていうところをですね、ちょっと見ていけたらなということで今日やりたいと思います。はい。ひよさんもね、よろしくお願いします。でですね、まずはじめにちょっと聞きたいんですけども、はい。好きなディズニーのキャラクターはありますか？なんかいますか？ありますかね？ミッキーでもいいんですけど、まあ、ミッキー以外でお願いしたいんですけど、なんか好きじゃなくても知ってるやつ、有名なやつなんかありますかね？どうですか？あ、ミニーですか？プルートいいっすね。はい、ユキさんもね、お久しぶりです。ディズニーの好きなキャラクターあります？プーさん。はい、いいっすね。ハニーハントね。あ、ダッフィー。そう、ダッフィー今日出てきますよ。ダッフィー可愛いっすよね。そう、ダッフィー。今日ミニーは出てこないかな。プルートも出てこないかな。はい。スティッチか。なんだっけ。スティッチと何でしたっけ？忘れちゃったな。プーさんね。懐かしいですね。そう、っていう感じでですね、まあ、結構この、まあ、ディズニーね、キャラクターそういうところが、リロスティッチだ。そう、いろんなキャラクター出てくると思うんですけど、ありがとうございます。そう、で、まあ実際のところ、今ディズニーっていうと、まあその辺なんですけど、まあ会社単位で見るとね、どういうキャラクターがいるのかっていうところをね、見ていこうと思います。まずね、ブランド、今ここに出してますけども、ディズニーと ABC とかですね、あとピクサー、マーベル、スターウォーズ、フォックス、あと Hulu とかね、もういろいろあってですね、結果、キャラクター的に言うと、ディズニーのね、一時期のトップ画面、これですね。アイアンマン、ダース・ベイダー、あとなんだこれは、ミスター・インクレディブル、あとモアナですね。あとはこれは、何でしたっけ、ジュラシック・パークの人ですね。あと、ソー・ラグナロクに出てきた、ちょっとしたお偉いさんっていうですね、まあ、いろんなキャラクターディズニーのトップページが、このキャラクターでですね、ミッキーもミニーもいないっていうね、これが数年前の状態でした。これコロナ直前ぐらいだと思うんですけど、コロナぐらいかなだと思うんですけど、こういう感じでね、ディズニーも今幅広くなったなっていうことです。はい。まあその理由っていうのが、まあブランドとしてね、ディズニー、ABC、ピクサー、マーベル、スターウォーズ、20世紀フォックスとか、いろいろ入ってるっていうところになっています。で、こういうのが株価にどう影響していくかっていうのを、まあ今日見ていくっていう感じでございますので、よろしくお願いいたします。はい。まず最初ですね、奇跡の始まりっていうところで、こう白雪姫が入ってきます。白雪姫見たことある人いますか？白雪姫。うん。結構前ですね、これね。100年ぐらい前かな。ディズニーランドにも、まあアトラクションがあるんですけど、まあこれが1930年代に、まあヒットして、まあディズニーが始まりましたっていう感じで、で、
ここに来るまでに、400本ぐらい、映画を作ってる、短編の映画を作ってて、やっとここで興行収入として当たって、これでディズニーランドを作れるんじゃないっていうところに至った作品が白雪姫です。なので白雪姫でディズニーは始まったっていう感じですね。はい。でですね、今日これ一応話していくんですけど、ちょっと大事なところがありまして、ディズニー好きな方、何名かね、いらっしゃると思うんですけど、今日はね、夢のある話じゃなくて、株と金の話ばっかりしますので、ちょっとね、ディズニーがもう大好きすぎて、お金の話はしたくないっていう人はね、ちょっとお気をつけください。で、あとちょっと作品のネタバレが若干あったりします。若干です。一応本筋には関係ないように言うんですけど、はい。で、そこと、文化とか歴史とか、あとは性別の差とかですね、もう触れながら、このディズニーっていうものを通して、世界情勢ですね、今の、ロシアとかその辺の状況を見ながら、資源とかそういったところですね。で、そこまで考えなくてもいいんじゃないかっていうようなね、言及の仕方もするんですけど、別に、そこで議論して何が正しいとかね、何が正義だとかそういう話ではなくて、ディズニーっていうところを通して世界をいろんな角度から見て、今後起こり得るリスクっていうのを見ていってですね、投資をディズニーに限らず戦略立ててできたらなっていうところでございますので、はい。よろしくお願いいたします。で、一応これ2部になってまして、ディズニーとオリエンタルランド分けてやってます。で、まず最初はディズニーからやっていこうと思いますので、お願いします。で、ディズニーがですね、この1938年に成功を収めてから、そこで15年以上かけて、カリフォルニアにディズニーランドをオープンしましたと。これがウォルト・ディズニーですね。作った人なんですけど。で、その後にフロリダにも作って、東京にもできます。これがオリエンタルランドですね。これは後で述べていきます。で、現在、1匹のネズミから始まったブランドが、世界6カ所にパークを作って、約年間1億人ですね。コロナ以前ですけど。で、現在では、ストリーミングサービス、会員の、動画公開サービスに約2億人が会員になっていると状態になってます。なのでね、年間3億人以上、経済効果を生んでいるというような状態です。これが今の現在のディズニーの規模になってます。で、株価の推移なんですけど、一番最初に見たところ、長期的に見ればね、まず上がっているところにあるんですけど、コロナでガクンと下げましたと。約半分ぐらいですね、ピークの。で、そこからまた上げてきて、2倍以上。ピークよりもさらに上場来高値をつけたんですけど、そのコロナ以下に今なっているっていうのが現状です。で、コロナショックからのこの株価の動きなんですけど、アメリカのね、インデックスと比較するとですね、こんな感じになってます。ここ5年ですね。ここ5年、画面の真ん中が、コロナショックですね。コロナショックで、ある程度ガクンと落ちて、その後、ほぼですね、指数と同じ感じで動いてますね。うん。そうなんですよ。懸念事項ね。そう。それが大事なんですよね。丸さんの。はい。で、指数と本当同じ動きを、してたんですけど、今年に入って、2022年に入ってから、指数に負け出してですね、もう全部の指数に負けているっていうような、下落率になってます。ちょっと5年の長期で見てるんで、ちょっと若干のズレはあると思うんですけども、下落率がすごいと。最近だとガーファムしかり、テスラみたいな落ち方を突然しだしているっていう状態ですね。はい。で、単年で見てもこういう感じですね。1年間。1年間で見ても、もうずーっと指数負けしてて、今年単年で44%落ちてますね。はい。すごいですね。コロナが終わりかけているのにっていう状態です。はい。ねえ、なんでですかね。丸さん教えてください。なんでですかね。コロナ終わりかけて上がるのになっていうところ。これが、結局のところ何かっていうと、この辺ですよねっていうところです。サークルのメンバーの方なら分かってると思いますけど、このお二人ですね。知ってますか？好きですか？
パウエルさんとブレイナードさんですね。まあ、この辺がまあ政策を決めていることによって、まあ指数とまあほぼ連動した動きをしているという形になっています。なのでまあ、これまあ見方によってはディズニーの業績はもう関係なくですね、見込みとか、懸念とか関係なくまあ政策通りに動いていて、まあさらにそこからちょっと剥離が見えるっていうような状態です。はい。で、まあ、ディズニーなんですけど、今指数で比べたんですけど、まあ、指数の中では、一応ダウに入ってますと。この前ちょっとツイッターで上げたんですけど、ダウですね。まあ、一番アメリカの工業の、まあ、核になる部分、ダウの指数に入ってます。ナスダックには入ってなくて、SP500 とダウに入ってますと。ここはツイッター見てみてください。で、まず株価が上がってきた理由なんですけど、これコロナまでですね。コロナまでで上がってきた理由としては、M&A ですね。はい。2000年代から始まる M&A で上がってきてますと。で、まあ、2006年ピクサー。これは、アップル、スティーブ・ジョブズですかね。あの辺が作ったものがピクサーとして、今、まあ、トイ・ストーリーになってますという状態。で、2009年でマーベルですね。アベンジャーズ。なんか、アベンジャーズ結構幅広いんで、1本ぐらい映画見たことある人いますか？40本、50本ぐらいあるんですけど、サークルメンバーだとあんまいないですかね。まあ、私結構もう半分ぐらいは見てるんですけど、まあ、っていう状態です。8割ぐらい見ました。オメガさん、ありがとうございます。そう。もうね、多くてね、僕はエンドゲームでちょっとやめちゃいました。はい。で、次、2012年、ルーカスフィルムですね。ルーカスフィルムっていうのは、このスターウォーズ作った人がジョージ・ルーカスって言うんですけど、ジョージ・ルーカスが作った映画会社ですね。はい。で、2019年は20世紀フォックス、21世紀フォックス。まあ、どっちも一緒なんですけど、はい。こういったものを買収していくことによって、まあ、株価が上がってきたという状態になってます。で、まあ、投資リスク。まあ見てみるとですね、この辺が挙げられるかなと思います。で、まあ拡大余地の有無、あとコングロマリットディスカウント、アメリカ人口、金利、コンテンツの壁、この辺ですね。で、ここからちょっとなんていうんですかね、コントラバーシャルなちょっとややこしい話になってきますけども、私がいろいろまあ、独断と偏見で喋るんですけど、別になんですかね、僕はただ事実を述べているだけなので、まあ、何派とかね、何が正しいとかそういう話ではないので、まあ一応、お聞きください。まずテーマパークのね、拡大余地なんですけど、今写真見えてますかね。これ世界地図になってますと。まず基本的にはディズニーランド、まああとはまあ先進国なんですけど、この世界地図で見た時のこの真ん中ですね。この経度、温暖な気候、まあ冬もありますけど、温暖な気候を有する土地じゃないと、まず、ディズニーランドが作れないっていうのがあります。それがまあ、経済的にもそうだし、気候的にもそうだしっていうところですね。暑すぎてもダメ、寒すぎてもダメっていうところで、この地球の真ん中でしかできないですね。この横軸になってますと。はい。なので、もうこうなってくると他に作るとこないよねっていう感じですね。まあ、ドバイとか、もしかしたらあり得るかもしれませんけども、はい。っていう状態になってます。この拡大の余地がまずないっていうところと、これがまあ、今続々とまあ懸念をね、上げていくわけなんですけど、次、コングロマリットですね。まあ、このサークル内でも、勝者のバリューわかんねえよっていうね、こう、評価できねえよっていう人がいるんですけど、まあ、それの感じでですね、まあ、でかくなりすぎてしまって、まあ、評価しづらい。株価に反映しづらい。そしてまた、まあ、グロスに比べると、まあ、投資妙味が少ないんじゃないかなっていうところですね。はい。次、人口の減少です。これ結構大事になってくると思うんですけど、ディズニーに限らず、ちょっと今後の株価の考え方っていうところなんですけど、まずこれ世界人口がグラフになってますと。でですね、青いところが世界人口なんですけど、まあ、どんどん増えてて、今年一応、国連が80億人に達しましたっていう通知を出しててですね、まあ、どんどん増えていくんですけど、この画面の真ん中にですね、富士山みたいな感じになってるグラフが、もしかしたら見えるかなと思うんですけど、この
これがですね、上昇率、増減率か。まあ、どれだけ増えてるかっていう話なんですけど、増減率。1968年、このアメリカのインフレのピークのなんでしょうね、ちょっと前ぐらいかな。この辺で、上昇率がピークでももうピーク打っちゃってて、そこからもうどんどん下落してますと。これが世界人口なんですけど。なので、人口は一応寿命が伸びてるから人が増えてるんだけど、人が増えにくくなってるよねっていうところ。で、2100年過ぎるともう人減ってくるよねっていう。インド増えてくるんですけど。なので、人が、増えにくくなってきてるっていうところ。それによって世界が日本みたいな少子高齢化になってきちゃうよねっていうところで、さらに次下ですね、これアメリカのグラフで見ると、アメリカ限定ですけども、アメリカも、これが1860年代ですね。だからもう、ゴールドラッシュぐらいから、ゴールドラッシュ以降を境に、ゴールドラッシュっていうと、そのディズニーランドのビッグサンダーマウンテンとか、あの辺なんですけど、あの辺でもう人口バーって増えたけど、そこからは増えにくくなってる。もうどんどん人が増えてるけど増えにくくなってるっていう感じですね。で、人口が増えているが人口の伸び率は下降中。これがもうアメリカ、日本、アメリカ、世界、どこ見ても、そういう状態になってるかなと思います。で、これ僕が勝手にですね、ちょっと先進国のジレンマと呼んでまして、途上国と異なり、先進国は養育費と子供を天秤にかけるようになっちゃうので、あと隣の畑、隣の芝生が青く見えるって感じですね。大学のこととか考えて、あとは就職先のこととか考えて、子供をポンポン作れなくなるので、どんどん人類って減ってくるよねっていう感じで、こうなってくるとですね、ちょっと前、記事書いたんですけど、株というか、そのインフレとか株価っていうのは、人口が1人増えると、約、日本だと経済効果が5億円生まれるから、人が1人増えれば5億円プラス、1人減れば5億円マイナスっていう考え方がある種できるんで、そうやって見るともう世界がもう人口減っていくから、これから株価上がんねえんじゃねみたいな見方によっちゃできるっていう話ですね。なのでアメリカももう、成長っていう意味ではちょっともう天井を打っちゃったのかなっていうのが懸念点ですありますと。はい。で次はアメリカの金利ですね。これは今サークルのメンバー皆さんねもう耳が痛いと思うんですけど、アメリカの金利が40年周期だっていう説もありますと。で、前回のインフレ、1970年代、80年代ぐらいの、インフレのピークからどんどん金利下がってきたけど、今年を転機に今度インフレがどんどん上がっていくんじゃないかみたいな、説もあるので、この人口の増減っていう問題と、金利の問題を考えると、寝かせる投資、寝かせるインデックス投資っていうのは、もしかしたら危ないよねっていう話があります。これはちょっと超長期的に見るとっていうところなので、大げさかもしれないんですけど、で僕は短期トレーダーなので全然気にしてないんですけど、長期の方は頭の片隅に置いておいていただけたらなと思います。はい、で次コンテンツの壁ですね。でまず大義の壁、これも私が勝手に名前つけたんですけど、アメリカでも日本でも、日本だと、夢が叶う場所、東京ディズニーランドみたいな感じでやってますけど、アメリカでもですね、Where Dreams Come True ということで、夢が叶う場所としてやってますと。で、こうなってきた時にですね、企業のそのブランドイメージとして、夢が軸になるので、コンテンツで物議を醸そうと思うことが、醸すことができない。ですね。夢が軸になるので、変なコンテンツを作れないわけですね。なので話題性に乏しいと。で、最近だとコロナを契機にですね、このディズニーのライバルっていうのが突然ネットフリックスとか、アマゾンプライムとかになったんですけど、ネットフリとかアマゾンっていうのは、そのコンテンツはとりあえずもう面白きゃいいだろうっていう感じで作ってるので、あの辺と比べちゃうと、やっぱり話題性に乏しいなっていうのはあるかなっていうところがあります。で、ディズニープラスの
っていうですね、ストリーミングサービスがあるんですけど、そこでも大人向けのコンテンツがないよねみたいなことが株主、投資家からは言われているかなっていう状態です。でもあくまでそれがね、独自のブランドになっていくので、下手にネットフリとアマゾンと肩を並べる必要もないので、それはそれでいいとは思うんですけども、こういう見方もできるかなという感じです。で、この大義の壁っていうのがですね、ディズニーだと夢になってくるんですけど、Facebook もちょっとこれにぶつかってるかなって思うところが一つありまして、Facebook、メタですね。メタが去年ぐらいまではガーファムの一角としてブイブイ言わせてたわけなんですけど、そもそもインターネットの拡大っていうところとですね、ちょっと軸を合わせて話すと、まずWeb1.0 が今 Web3.0 っていうフェーズって言われてるわけなんですけど、まず Web1.0 はなんで流行ったかっていうと、18歳以上のですね、一人用コンテンツで拡大しましたと。はい。これは皆さん頭の中でね、変換してほしいんですけど、もう、ありとあらゆるですね、特に男がですね、18歳以上のコンテンツに群がったっていうことがあったので、インターネットとパソコンが普及しました。具体的にはちょっと堀口さんにね、聞いていただきたいんですけど、はい、ちょっとここでは控えますけども。で、次ですね、Web2.0。人と人がつながる、二人用プラットフォームの拡大。これがFacebook ですね。あと LINE。言い換えると出会い系になるんですけど、一人が今度二人になった。Web1.0 が Web2.0 になったっていうところ。これがインターネットからの拡大フェーズ。次がWeb3.0 って今なんですけど、5G とかでね、手術が遠隔でできるなんていう話もありますけど、Web3.0 っていうのが、どうなんだろうっていう感じですね。地球が荒廃しちゃったりしたら、仮想現実にみんながマトリックスみたいに逃げるとは思うんですけど、まだ Web3.0 の実用化っていうところが、ちょっとまだまだ見えてないなっていうところで、Facebook ももともと大学のミスコンですね。あの子が可愛いっていう投票みたいなのから始まってるわけなので、実際この Web1.0、Web2.0 っていう人間の欲求ですよね。人間の欲求に、を満たしたから、流行ったわけなんですけど、今メタがやってることって人間の欲求としてはまだ求められていないので、メタバースが、今はこけてるっていう状態ですね。なので、マトリックスみたいな世界が人間の欲求として望まれる、地球から自然がなくなってしまったから、自然を求めて仮想現実に行くみたいなことが、映画でもね、いろんな映画で描かれてますけど、そういう時代になったらもちろんメタバースっていうのは、欲求的に求められるので、価値が出てくるんですけど、なので Facebook は欲求に、訴えかける、マーケティングを表に出してはもうできないわけなので、もう人と人をつなぐみたいな、ちょっと切れごとにね、切り替わってしまったので、ちょっとこの大義の壁っていうのがね、双方にあるのかなっていうところです。メタを投資対象として見る方は、この辺も考えてみていただけたらなと思います。はい。次ですね、文化の壁ですね。文化の壁っていうのが、まず最近の流行りがですね、プリンセスの否定っていうところです。意味わかりますかね。もう全部この辺の言葉僕がちょっと勝手に考えてるのであれなんですけど、まずプリンセスの否定ですね。これまず、フローズン、じゃないや、アナと雪の女王、見たことある方いらっしゃいますかね。はい。アナ雪。ちょっと2見てないんですけど、私。はい。このアナ雪とかですね、次がマレフィセントかな。これが、元が、眠れる森の美女か。はい。この辺ですね、最近のディズニーの制作映画なんですけど、この辺がですね、端的に話すと、このパッケージ見ればわかるんですけど、男のことはほっといて女だけで頑張ろうみたいな内容なんですね。昔の映画だと、白雪姫とかシンデレラだと、王子を追いかけるみたいな話なんですけど、今真逆になってて、もう王子とかどうでもいいから、女だけで頑張ろうみたいになってますと。で、別に僕はこれは否定してるわけじゃなくて、今そういう事実になってますという、はい、ですね。で、次に LGBT のところですね。今のところにも通じるんですけど、スター・ウォーズ
見たことある人いますかね。はい。あとは、ワカンダ・フォーエバー。これ最近のやつなんですけど、この辺でもですね、LGBT への配慮っていうことで、映画の最後にですね、そういうシーンがちょっと入ってるんですね。はい。こう、なんですかね。まあ、基本軸は、まあ、その、男女のラブロマンスが、まあ、入ってるんですけど、映画の後半に、こう、2秒ぐらい、LGBT のための描写が入ってるんですね。2秒ぐらい。もう、両方とも2秒ぐらい。本筋には一切関係ないけど、LGBT の皆様へ、みたいなメッセージみたいな感じで2秒ぐらい入ってるんですね。はい。で、まあ、ちょっと具体的に言っちゃうと、スターウォーズだと全く、役名もない二人が、最後にもう1秒ぐらいキスしてますと。で、ワカンダの場合だと、まあ、これも本編関係なく、最後になんか女性が女性に対して愛してるよみたいな話を、はい、チラッとするっていう感じですね。もうそれだけでですね、実際本筋には一切関係ないです。で、まあ、これがいいか悪いかを置いといてですね、これを、ちょっとまあ、株価の面で見ちゃうとですね、結構問題があるっていう話です。私はどっちでもいいんですけど、はい。で、これがまあ文化交流の可否っていう話になりますと。で、これ今 YouTube の動画一つを載っけてるんですけど、これサムネイルでプリンセスが集まってるシーンがあるんですけど、これが何年か前の映画でですね、まあディズニーのプリンセスの仲間にこう少女が会いに行くみたいな話があってですね、ここがまあディズニープリンセス集合、これディズニーの公式の映画なんですけど、まあこうやって国旗並べてみるとですね、まあいろんな文化が集まってですね、ちょうどコロナの前ぐらいで、まあ世界が一つになれたらいいよねみたいな時代なんですけど、まあアメリカもあって、中国もあって、まあフランスもあって、ドイツもあって、日本もあってっていう、まあところで、こういうふうに集まってきてるんですけど、まあやはりですね、文化的に相入れないところがまあ何箇所かあってですね、そのやはり同性同士の、まあ恋愛をまあ認めないみたいな文化をですね、やってるところもありますので、まあそういうところからすると、その2秒とかのワンシーンを入れるだけで、その否定してる派閥っていうのが、まあ、世界の、まあ、一説には3分の1とかですね、まあ、5分の1。だから、まあ、10億人もとか20億人とかの単位で、そこから、まあ、否定されてしまうので、まあ、株価の面、収益の面で言うと、まあ、これだけで、その2秒のワンシーンによって、そこが、まあ、吹っ飛んでしまうので、まあ、検閲に引っかかるっていうのかな。高閲されてしまう。まあ、もう、上映禁止になっちゃうっていう場合もあるので、まあ、そういうところから見るとね、こういったところが、まあちょっと、痛手かなっていうところもあります。で、まあ究極言ってしまうと、さっきの人口の話になるんですけど、その最近のこのトレンドっていうのが、まあやはり、なんでしょうね。女性と男性っていう描き方ではなくて、まあみんな平等みたいな感じになってですね。で、今度、それ突き詰めちゃうと、まあ男なんかいらないよね、まあみたいな話になって、究極まあ人口減るよねっていうところになるので、まあ、これも株価ベースの話になるんですけど、株価の話だけで見るとやはり人口は増えた方がいいので、まあそういったところがまあちょっと痛手かなっていうところになります。はい。でですね、まあこの背景っていうのも一応時代に合わせて、ディズニーが変化してきているからまあいいよねっていうまあ見方もできます。まあ株価とだけではなくて、まあこの文化とか、まあ世界の変遷っていうのをまあ見るとですね、ビューティービーストですね、美女と野獣、はい。美女と野獣見たことある人いますかね？一人ぐらいいてほしいんですけど、はい。これが、1991年公開なので、まあ30年ぐらい前になるんですけど、この30年ぐらい前のこれトピックがですね、まあ強さよりも賢さとか、まあ女性の学びの機会みたいな、こういうトピックの話になってます。美女と野獣っていうのは。まあヴィラン、その悪役として、まあガストンっていうのがいるんですけど、これが、
戦争に行ってた人間で、とりあえず強いと。で、もう強いたくましい町一番の男だから、女の子はみんな惚れてるんだけど、主人公の、ヒロインだけは惚れませんと。そんな強さよりも、筋肉よりも、本を読んでる知的な人が好きだみたいな話になるんですけど、これが、具体的には1700円ぐらいなので、いつだフランスのヨーロッパのですね、ルネッサンス期の後の、なんかモダン期とかその辺になってくるんですけど、そういう時に、そういう舞台のものを、30年前ですね。30年前ってやっぱりですね、まだ、日本でもなんか男女雇用機会みたいな、あとは管理職の人間、女性なんかほとんど30年前やっぱいないと思うんですけど、そういった時にディズニーは、先陣切って、強さよりも、賢さ、そして女性も学ぶ機会をみたいなのをですね、どんどん、押し出してるっていう意味では、こういった流れも当たり前って言えば当たり前なのかなっていうところで、マイナスにもプラスにも取れるっていうのが現在の、作品のコンテンツとしての流れになってます。はい。で、次ですね、今ちょっとリスク上げてきたんですけど、次がですね、好材料になりますと。はい。業績回復、新たなる希望ですね。これがいい面です。メタの逆襲、CEO の帰還ということですね。スターウォーズっぽくやってみました。で、まず業績としてなんですけど、2020年、最悪の、創業以来最悪のところだったと思うんですけども、これ株単から引っ張ってきてますけど、一応そこから売上高としてはですね、ポンポンポンと上がってきてますので、徐々に右肩上がりにはなっているかなっていうのが、現在のディズニーの、これはアメリカですね、ディズニーの状況になってますと。で、次、メタの逆襲ですね。これは、メタバースが流行ったらいいなっていう話なんですけど、流行った場合ですね、最初に挙げたような、土地問題解消されるので、コンテンツが、無限に増えるっていうところになります。で、まず、マネタイズとかね、ちょっとどういったところになるのか全然わからないんですけど、そういったところがメリットとしてあります。で、次がですね、CEO の期間ですね。2021年、2022年11月より復帰した人がですね、はい、この左の人、ロバート・アイガーっていう人ですね。これ右が、ジョージ・ルーカスっていうそのスター・ウォーズ作った人なんですけど、そこと、スター・ウォーズの買収問題とかをまとめた人がこのロバート・アイガーっていう人で、20年ぐらい、ディズニーのトップ務めてですね、今の株価まで、この人が押し上げたっていう張本人ですね。この人が辞めて2年間、あまりの変わった CEO が全然、成果、コロナ禍なので、ね、ちょっと難しいんですけど、成果出せなかったので、先月からこの人が戻ってきた。20年間でディズニーをここまで買収はこの人が全部まとめてますので、この人が戻ってきたので、ディズニーという株価材料としては、いいところかなっていうところになってます。はい。です。これが現在のね、ディズニーの状況になってます。ディズニー、アメリカのこの株価が下がってる理由っていうのは、正直、わからない。金利とかね、話になるので、なんとも言えないんですけども、一応今後の好材料はこの辺としてありますっていう状態です。はい。これが、ディズニーになってますと。で、次ですね。はい。ちょっとオリエンタルランドに行こうと思うんですけども、はい。ディズニー問題でございます。じゃじゃん。ディズニーにですね、今、6カ所、これ挙げてますと。カリフォルニア、フロリダ、東京、パリ、香港、上海。ディズニーリゾート、ディズニーランドがあるわけなんですけど、この中でね、仲間外れが一つだけあります。それはどこでしょうっていうですね。はい。これは難しいなっていう問題なんですけど、いや東京ですかね、どこですかね。ちょっとね、考えてみてください。で、考えた上でね、理由なんかもあるといいんですけど、なんか理由ありますかね。どうですか皆さん。ちょっと考えてみてください。もうね、知ってる人もいると思うんですけど、わからない人はちょっとね、今、真面目に考えてください。真面目に。もう、はい。瞑想しながら考えてください。そうですね。はい。杉さんありがとうございます。もう正解です。はい。直営っていうね。
ディズニーランド直営でやってます。みたいな。はい。ありがとうございます。ということでですね、ちょっとオリエンタルランド編に行きますと。行くかな。行きました。はい。ディズニーとじゃあオリエンタルランドの違いっていうところに行きたいと思います。ディズニーは一旦終了ですと。はい。で、ちょっとまた質問なんですけど、行ったことある人、ディズニーランド、好きなアトラクションありますかね？ちょっと聞きたいんですけど。ありますか？私、先週、クリスマスに行ってきたんですけど、クリスマス前か。23日かな。はい。なんかあります？特にないですか？結構ね、工事やってたり、今、カリブの海賊が、今、閉まって、工事中だったりしてるんですけど、どうなるんですかね。あと、スペースマウンテンっていうのが、来年、また工事入っちゃうのかな。うん。まあ、ディズニーランドでもディズニーシーでもいいんですけど、なんか好きなものあります？あ、スペースマウンテンいいっすよね。あれめっちゃ早いんだな。うん。あ、ホーンテッドマンションいいっすね。ホーンテッドマンションね、入れないんですよね。私、ここ、最近2回行ったんですけど、2回ともそのなんかね、なんか、アプリで申し込まないとホーンテッドマンション乗れないっていう嘘やんみたいなねえ、怖いですよね、ホーンテッドマンション。そう、ちょっと乗れなかったんで寂しいんですけど、ありがとうございます。うん。まあね、こんなオリエンタルランドなんですけど、ちょっとね、さっきの、まあ問題は一応正解出ましたので、先に株価の推移見ていきたいと思うんですけど、これが結構ね、ディズニーと、アメリカディズニーと違うところなので、はい、見てみてくださいと。今ここ画面に出してるのが、ディズニーとオリエンタルランドの5年での株価の値動きのパーセントですね。はい。まあ、5年前から比較すると、オリエンタルランドは実は、まあ、コロナも乗り越えて36%上がっていると。で、ディズニー、アメリカは、20% 下がっている。まあもうコロナよりも下がってるっていう状態ですね。はい、こういった状態になってます。で、2022年、単年の値動きなんですけど、これ単年の、値動きが、こちらですね。はい。まあ、オリエンタルランドは、ごめんなさい、今日上がったのかな？今日ちょっとわかんないんですけど、まあ0.16% なので、もう値動きがなかった1年ですね。はい。に反して、ディズニー、アメリカの方は、なんと44% 下落ですね。半分になっちゃったっていうところでですね、もう、まあ日本目線で見るとどっちも同じじゃねみたいな人もいるかと思うんですけど、まあ全然株価の値動きが違いますっていうところです。はい。で、まずこれオリエンタルランドの歴史から見ると、まあこの理由が分かってくるかなっていう話です。はい。東京、関東じゃない人いらっしゃいますよね。何名か。はい。なのでちょっと東京の皆さんもいるんですが、ちょっと説明するとですね、東京ディズニーランドはですね、東京と千葉の県境にあってですね、はい。そこに、まあ、京成電鉄っていうのがありますと。で、この京成電鉄っていうのは何かというと、東京成田間ですね。京成、東京成田で京成なんですけど、この東京成田間を結ぶ、京成電鉄っていうところが、まあ、土地の有効活用をしようっていうことで、湾岸沿いを埋め立てて、まあ、電車作ろうよ、みたいなですね。で、お客さん増やそうよ、みたいなところで埋め立ててた時に、あれ、これ埋め立て地、ディズニーランドにした方がよくねってなってディズニーランドができましたっていう経緯がありますと。はい。これ京成電鉄です。なので、オリエンタルランドの、親会社は京成電鉄ですね。はい。なので、オリエンタルランドの、主要株主見ると京成電鉄が入ってます。でこれが京成電鉄の地図ですね。東京、成田間。東京、上野日暮里ですね。上野日暮里。はい、山手線から成田間ですね。で、これ共同事業者はですね、三井不動産ですと。ディズニーランド行ったことがある方だったら、ショー見たことあると思うんですけど、ここにちょっと名残が、出てて、そのショーをやるところですね、三井不動産になってます。これは
当時の、まあ、60年以上の付き合いなので、まあ、スポンサーとしてもここに名前が入ってるっていう感じです。で、まあ、最初はですね、なんか運動場作るらしい、なんかサッカー場とか野球場とか、テニスとかなんかいっぱいできるようにするつもりだったらしいんですけど、なんかその時のオリエンタルランドの偉い人が、アメリカ行ったら、ディズニーってすごくないってなって、ちょっと作ろうよってなったらしいです。はい。これが1970年ぐらいかな。はい。で、さっきですね、杉さんに正解出していただいたんですけども、契約形態がですね、これが非常に大事になっています。この契約形態っていうのがまあ株価にも繋がってきますんで、ちょっと参考にしていただきたいんですけど、まあこれフランチャイズですね。フランチャイズ方式。まあ言っちゃえばまあセブンイレブンとか、まあコンビニもあれフランチャイズですけど、あれと一緒っていう契約体系になってます。で、ポイントなのがですね、資本提携が一切ないっていうところですね。資本。はい。で、一応ライセンスフィー、まあセブンイレブンのブランド使わせてねみたいな、あれと一緒で、ライセンスフィーとして、まあ、通常、まあコロナ前だと、まあ年間200億円程度を払っていたっていうことです。うん。で、その中でライセンスフィーと、まあ、ショーとか技術提供を行っていきながら、あくまで別会社として運営をしているっていうところが大事です。はい。で、別会社としての切り分けなんですけど、ダッフィーやディズニーシーですね。これはディズニーと、オリエンタルランド2社の共同開発なので、パーク内、舞浜でのみ、販売展開をしてますと。で、つむつむってやったことある人いますか？僕やったことないんですけど、つむつむ、ディズニーつむつむっていうなんかパズルゲームがあると思うんですけど、結構前から流行ってると思うんですけど、あれを作ったのは、オリエンタルランドではなくて、ディズニージャパンなので、ディズニージャパンが作ったので、オリエンタルランドには、オリエンタルランドじゃないな。舞浜には、舞浜のパーク内には売ってないっていう感じです。なんですけど、ディズニーストアとかですね、あの辺はディズニージャパン、ディズニーの傘下なので、あの辺にはつむつむの商品が売ってるみたいな、一応切り分けがやっぱり別会社なのでありますっていう感じです。で、この辺の商品がやっぱりディズニーなので、まあ、パリとかに売ってるらしいです。ダッフィーとかはだから海外にはいないと思われます。すいません。これは未確認です。はい。で、次、オリエンタルランドの投資リスク上げていきたいと思います。で、これがですね、まあ、契約、舞浜、拡大っていうことでですね、さっきの、ディズニーのですね、悩みとは全然違うと思うんですけど、ちょっと上げとこうかな。はい。よいしょ。ディズニーの問題っていうのが、懸念点ですね。株価に対しての懸念点っていうのが、まあ、拡大の余地、コングロマリット、アメリカの人口、金利、コンテンツの壁っていうのがあると思うんですけど、まあ、こことは若干、趣が違うかなっていう感じですね。投資リスクは契約と舞浜と拡大ですね。ここがまあポイントになってくるかなっていう感じです。でまず契約問題なんですけど、まあ昔からですね、もう昭和の時代からまあやってるわけなんですが、まあそれがまあ随時更新、随時定期で更新をしているわけなんですけど、それが一部、まあ、2049年で契約が切れるんじゃないかっていうですね、話になってますと。まあ、なのでその時に、まあ、どうなるかがわからないっていう話ですね。なので、まあ、アメリカはやっぱり契約社会なので、まあ、そこをもしかしたら厳しく何かが起こり得る可能性はあるかなと。まあ、日本、東京のこの、まあ、ブランド力によって、まあ、共存みたいなことにもなるかもしれないんですけど、まあ、契約問題なので、まあ、どうなるかわからないと。まあ、例を挙げると、例えば、まあ、東芝ですね。東芝が、原発問題で、まあ、いろいろ崩れていきましたけども、あれもやはりアメリカは契約に厳しくても、日本は契約をなあなあにしてしまう。まあ、協議の上どうにかしましょうみたいな契約ばっかだったので、そこをアメリカに付け込まれて、東芝は崩壊していったみたいな、まあ、経緯があるので、まあ、契約っていうところで見るとですね、やっぱりアメリカには勝てない。まあ、もしくはアメリカは、まあ、そもそも母体になるので、まあ、難しいかなっていう。
何かが起こる可能性はあるっていうのが2049年問題と、オリエンタルランドでは言われておりますと。で、今度ですね、次、1960年と、にできたオリエンタルランド、そして1974年にそのディズニーとオリエンタルランドでこのディズニーランドを作りましょうっていうこの契約した時とですね、現在のその時代の違いっていうのを、一応、ちょっと、すごい、なんでしょうね、引きで見てる目線なんですけど、考えると、今後の他の投資のですね、考え方にもちょっと繋がってくると思うので、一応ちょっと私の考えを紹介したいと思いますと。はい。で、そもそもですね、オリエンタルランドっていうところで、ディズニーの直営じゃなかったっていう話なんですけど、なんでかっていうと、やっぱり期待されてなかったんですね。ちょっと自分目線で考えていただきたいんですけど、友達がですね、ネズミとアヒルのテーマワークを作りたいから、投資してくれよって言われたら、あなたは投資しますかっていう話ですね。これがやっぱり、50年前、アメリカでは行われていて、日本でもまだインターネットがない時代ですから、30年、40年前に、世界でどういう風に評価されてるかわからないネズミとアヒルをですね、投資先として信じられるのかみたいな、そういう話になってきてたわけなので、そこが、でも今はもうディズニーといえば帝国になったわけなので、そこの評価の違いですね。昔は評価されてなかったから、日本の京成電鉄に全てを任せた。たとえ東京ディズニーランドが失敗したとしても、アメリカディズニーには、何の損益も、損もしない。得だけするっていう、有益な契約をされたわけですね。このペリー来航で日本が変な条約結ばれたみたいな、ああいう感じだと思うんですけど、はい、そういう時代だったんですけど、今はちょっと違うよっていう話ですね。で、事実日本でもやっぱりあまり期待されてなくてですね、今ではもう、学生の間でも文化、春キャンとかですね、卒業ディズニーみたいな感じでみんな言ってると思うんですけど、2000年から13年ぐらいはやっぱり株価動いてないので、経済界からも全然期待されてなかったっていうのがありますと。で、時代背景と両者の資本力、ポジションを考えると、今述べたところになるんですけど、これからどうなるかなっていう話がありますと。で、ちょっと僕がディズニー全然関係ない映画でですね、一つ好きなシーンがあるんですけど、バックトゥーザフューチャーっていう映画を見たことがある人いますかね？これはいつの映画ですかね？ 1985 年ぐらいに公開された、映画になるんですけど、タイムトラベルものになっておりますと。はい。で、ここでですね、ちょっと内容が、本筋とは違うので、話すとですね、今、この映画の中でですね、1985年の主人公と、1955年の、もう一人の主人公が話していてですね、85年の人は、日本がもうバブルになってるって知ってるんですね。なんですけど、55年の人は、日本はアメリカに負けた、先輩国、負けてボロボロの国だっていう、イメージしかない二人が喋っていてですね、55年の人間が日本をバカにしますと。日本製って書いてあるからこの部品ダメなんだよって言ったら、バブルを知ってる85年の主人公は何を言ってるんだと。日本製が最高だよっていう風に返すっていう、このタイムトラベルでのみ、笑えるっていうですね、こういうシーンがあるんですけど、こういうシーンから見て取れるように、この日本にですね、ディズニーができた背景を考えると、そもそもアメリカに、日本が負けて、アメリカはわざと占領をしないで、ハワイとかグアムみたいにアメリカ国にはしないで、あくまで日本としたと。その理由っていうのが今の戦争にも通じるんですけど、ロシアと中国の防波堤にしようと思ってるわけですよね。そのために基地を置いていて、アメリカ国にしてしまうと、国防の観点で非常に厄介になってしまうと。アメリカ国のそばに中国とロシアがあるわけにはいかないので、あくまで同盟国として、日本を使っているっていう状態が今の国際関係になりますんで、そういった背景もあって、アメリカのこの1900、
まあ、50年、60年、70年のアメリカの仕事っていうのは、日本を発展させることがアメリカの仕事だったわけなので、まあ、その一環としてディズニーランドができたというふうな見方もできますと。で、そうなった時に、今度双方も発展して、今度はじゃあそういった国防の話は置いといて、お金だけの話になった時にですね、さっきみたいな契約問題がこじれるんじゃないかっていうことが出てきますので、こういったリスクの考え方っていうのもね、考えすぎなので、全然皆さんは考える必要はないんですけど、もうこういった考え方がですね、経済とか、株を見るときにですね、長期的に見ると何か、一役買ってもらえたらなっていう感じになってます。一応私大学で国際関係というのを学びましてですね、先日も、今年も緊急ロシア外交シンポジウムみたいにも出たりしたので、一応、話せる人は話しましたよ。一応そのシンポジウムに出た時はですね、ロシアの教授、ロシアに、通じてる教授たちがですね、いや、やってしまいましたみたいな感じで、みんなでもう謝罪大会から始まるみたいな、ロシアがこんなことするとは思ってませんでしたっていうのをですね、ロシアのスペシャリストがみんな謝罪するっていうシンポジウムを見てた感じです。はい。なのでね、これから何があるかわからないので、一説には、世界がちょっと一つになってきた。で、コロナでさらに世界がちょっと一つになったんですけど、やっぱりですね、世界がどんどん分断されていくんじゃないかっていう話もありますので、そういったリスク管理も考え方も大事かなっていう状態になってます。はい。次ですね、埋め立て地舞浜っていう問題ですね。まず大幅な拡大の余地がもうないっていうところで、最近は施設の追加はなくて、刷新、更新ですね。あるものを潰して、新しいものを建てるみたいな感じでですね。ディズニーランドとディズニーシーみたいな、そういうわけにはいかないような状態になっていると。新エリア、美女と野獣っていうところが、最近できてあるんですけど、ここも、前まではですね、もうちょっとそのスペース、トゥモローランドっていうところにですね、あるんですけど、ここが、トゥモローランドにグランドサーキットレースウェイとかですね、あとロケットみたいなのがあったんですけど、それがなくなって美女と野獣になったっていう背景がありますと。はい。で、過去の話なんですけど、地震再建ですね。アラベルさんこんばんは。1999年にですね、地震証券発行の実績がありますと。やはりですね、当人たちも分かっているように、やはり地震が来たらおしまいなわけですね。はい。2011年にはですね、東日本震災で1ヶ月間休園してますので、地震が仮に首都直下で来た場合は、すべて、資産が吹っ飛ぶという状態になってます。で、今、振り返ってもわかると思うんですけど、オリエンタルランドっていうのは、オリエンタルランドの株価っていうのは、舞浜という土地の価格になりますと。ブランド料としては一応ディズニーのブランドを使える契約を持っているという価値もあるんですけど、それを展開するには土地が必要であって、今まで作り上げてきたこのパークの城なり設備、この設備の価値が株価に表されてますと。なので、仮に地震が来てしまった場合、この資産が吹き飛ぶ状態になる上に、収益が上がらない状態になるので、そこの、リスクを考える必要があるかなっていうのはありますと。でも実際ですね、この本社からすると、一応、建物もですね、高いものも特になく、やはり地震大国ということでですね、耐震精度は非常に高くなっているので、地震の崩壊のリスクは少ないんですけど、やはり、この10年前にはですね、若干の液状化みたいなのも見れたわけなので、建物があったとしても人が入れなかったら意味ないので、その辺のリスクはあります。その代わりに、やはり過去には地震再建をですね、アメリカ市場で発行した実績があったり、現在でもやっぱり自己資本っていうのをですね、非常に強くして、コロナ直後はディズニーランドが閉まってもオリエンタルランドが業績が会社の財務が問題ないっていうのが注目されて株価が上がったみたいな背景もあります。
あとは最近の動きとしてこれ日経の記事でもですね、銀行への融資、手元の資金を厚くするっていうもう、1000億、2000億、3000億単位で手元資金を増やしていくっていう、地震に対してのですね、社内の保険としてやっているっていう実績もあるので、まあその辺を見るとですね、まあリスクヘッジはできてるのかなっていう状態でございますと。はい。で、次、競合の分析っていうところになるんですけど、はい。皆さん、東京ディズニーランドの競合はどこでしょうか？ちょっとお考えください。私はお茶を飲みます。なんかありますか？はい。ありがとうございます。考えましたかね？頭の中で考えていただきましたかね？ディズニーランドの、そうですね。ありがとうございます。堀口さんの言う通りですね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなんですけど、まあそれがね、まあ競合っていうことなんですけど、まあちょっとこれは、ここからちょっとね、まあオリエンタルランドそのものではなくて、ちょっと投資とは、まあどう考えていくかみたいなところでですね、ちょっと見ていきたいんですけど、競合分析、競合はどこになる？まあユニバーサルスタジオですね。まあ堀口さんのおっしゃる通りなんですけど、まあ見方を変えると、ユニバって競合じゃなくねみたいな見方もできますと。USJ はライバルなのか。これはですね、今 USJ にハリーポッターを作った人っていうのがおりまして、これが森岡さんっていう方が、はい、森岡剛さんっていう方がですね、いらっしゃいます。最近テレビにもよく出てると思うんですけども、この写真。はい。この人が言うにですね、東京大阪間には3万円の川がある。3時間3万円の川があるというふうに言われてますと。つまり、ある週末に、今週末は遊びに行こうってなった時に、ディズニーランドにしようか、USJ にしようか、こういう考え方をする人間はいないわけなんですね。基本的に。なので、こういう見方をすると、ディズニーのライバルは USJ のライバルはディズニーなんだろうかっていうことをですね、森岡さんは述べてますと。こういう目線を持つことによって私は成功しましたっていうことが、この本にですね、書いてありますので、まあよろしければですね、投資の参考にもなると思いますので、マーケティングの一つの、参考としてですね、この辺の本見ていただけたらなと思います。ユニバが倒産寸前から復活した方法とかですね。あとは時給を上げる方法、セルフブランディングの方法とかですね。この辺の本に載ってます。はい。こういう見方を見るとですね、まあ、競合っていうのがどこになるか、分析するものが何になるのかっていう対象が変わってくると思います。で、次、投資妙味です。今、投資リスク上げたんですけど、まあ、オリエンタルランドに投資する上で、まあ、考えるポイントっていうのが、まあ、いくつかありますと。はい。この辺からちょっとまあ本当株の話になるんですけど、投資妙味ですね、としてですね、圧倒的ブランド力ですね。これはまあ皆さんもご存知の通りかと思うんですけども、次、収益の効率化、雇用の簡素化、職場のスタバ化っていうですね、これもちょっと私がパッと思いついたので書いたんですけど、はい。まず下の2つから言うとですね、雇用の簡素化。これは経営をする上で、まあ非常に大事になってくるんですけど、現場目線で見るとあまりいいことではないんですが、ディズニーっていうのは、まあ職場が、ディズニー側が非常に強くなってます。基本的に雇用っていうのは、まあ私が考えるに、まあ雇用っていうのは契約はイコールであると。まあ日本だとやっぱり、もう会社をこう拝むみたいな、社長ありがとうみたいな感じがあると思うんですけど、僕は一切そういう風に思ったことはなくて、基本的に、雇わせてやってるみたいなスタンスで僕は仕事してますと。なので、まあ、会社と私はイコールですみたいな感じで私はずっと仕事をしてます。一応まだ会社員なんですけど。はい。なんですけど、やっぱりディズニーの場合はですね、スタバと同じで、スタッフがブランドに惚れてしまっているので、もうブランド側の、指示っていうのを全部もう、うなずくしかないみたいな、形ができていますので、まあ、ここがなせる技っていうのは、スタバもディズニーも一緒なんですけど、まず最低賃金で働かせることができるっていうところがありますと。これはもう法律に従ったところですね。はい。で、さらに、
ディズニーだとテーマパークなので問題なのが天候になってくるわけなんですけど、この天候、雨が降るなり、嵐が来る、台風が来る。こうなった時は、もうスケジュール、事前に組んだシフトスケジュールを無視して、もう今日は暇だから帰ってくれっていうようなことができます。で、ある程度は保証するんですけど、そういう風な雇用の調整、賃金調整を行えるので、固定費が、他の業態のものよりもかからないということになっています。なので言われるのが、ディズニーでスタッフとして働くと、食べるのが難しいっていう風な言われ方をします。なんですけど、やはりスタバと一緒ですね、ブランド力が強いので、もう最低賃金でいいから働きたいっていうのが絶えないので、基本的に、人が回ってますっていうような状態です。これが投資的にね、見ると非常にメリットにはなります。現場目線で見ると、悪材料にはなりますと。で、次、収益の効率化です。チケット最近値上げしましてですね、世界最低水準と言われてた、日本30年のデフレに合わせて最低水準だったんですけど、チケット値上げして、さらにですね、USJ でも、行われている有料優先券を USJ に続き導入してですね、どんどん有料化、高額化が来てますと。で、さらに入場制限を最近では継続すると発表して、入場者数主義から顧客満足度、顧客単価主義にシフトしてます。なので、富裕層からの収益っていうものを、第一にしてる。バケーションパッケージっていうものもあったりするんですけど、これがもう1日何万円単位でパッケージ組まれてて、いろんなところで並ばずに入れるよみたいなのがありました。はい。数万円、5万円、10万円、2、30万円ぐらいのバケーションパッケージプランもあります。1泊2日で2、30万だと結構いいですよね。はい。で、この辺はですね、一応また参考図書があるんですけど、この辺見たことある人いらっしゃいますかね。GAFA っていうですね、スコット・ギャロウェイっていう大学の教授が書いた本なんですけど、ビッグテックが世界を牛耳っているよねっていう形で、あとは中央集権型、インターネットによる中央集権によって、圧倒的格差社会が広がって収益の差が生まれるので、その収益のトップの方からひたすらお金を取った方がいいよね、みたいな。もうお金いくらでもあるから、とりあえず来てくれさえくれれば、もう、どんなプライシングでもお金払ってくれるよね、みたいのに、大企業が気づき出しているみたいなことが書かれてますと。で、この中央集権っていうのがやっぱりこのコロナぐらいまでの、トレンドだったんですけど、今度、この中央集権がどんどん、弱まっているっていうのが、これからの若干のトレンドにもなってくるのかなっていうところでございます。はい。で、また、これも、この前書いたんですけど、数日前ですね。株式分割。投資妙味ということでですね、株式分割がありましたと。はい。1株が5株になったっていうところで、これで個人投資家が入りやすくもなるのかなっていうところで、優待の変更は、特に、大きな変更は、ちょっとした変更はね、あったそうですけども、大きな変更はないという方でございます。で、次、拡大可能性ですね。拡大の可能性。はい。投資妙味としてなんですけども、ハリーポッターの施設が東京に来るらしいですと。これが、ごめんなさい、ここの資本とかですね、代理店の動きとかちょっと全然知らないんですけども、USJ にハリーポッターの施設がある中、大阪にある中で東京にもハリーポッターができる。そう、西部、そうですね、西部、ありがとうございます。そうですね。はい、西部の跡地、豊島園だったかな跡地だと思うんですけど、そこにできるっていうことなので、この流れに沿って、このディズニーっていうのがもしかしたらまた日本のね、他のところにも行くのかなっていうところ。やっぱり土地の問題が絡んでくるので、大阪にも、京成電鉄やっぱり、東京成田間しか土地がないので、なかなか難しいとは思うんですけども、やっぱりオリエンタルランドとしてディズニーとのやっぱり今までの、50年ぐらいの、40年ぐらいの付き合いがあるので、日本のどこかに誘致ってなった時には、やはりオリエンタルランド、京成電鉄が絡んでくるのではないかなっていうところで、そこで拡大の可能性として、プラス材料になるかなっていうところはあります。はい。
で、次ですね、これは、ちょっとまあ皆様にですね、お願いというかですね、私のちょっとした願望が最後にあるんですけども、JCB との提携っていうのがありますと。はい。なんかザクラスっていうカードがあるんですけどね。まあ JCB って東京ディズニーリゾートオフィシャルカードですみたいな感じですね。JCB のロゴ見たことがあると思うんですけども、はい。私今このザクラスっていう最上級カードの1個下のプラチナの修行をしてるってですね、2、3年するとこのザクラスっていうカードが来るらしいんですけど、これ持ってると、なんか特別ラウンジが使えるらしいんですね。はい、スターツアーズ。ディズニーだとスターツアーズ。あと USJ だとフライングダイナソーっていうですね、ほんと2、3時間待つようなアトラクションがあるんですけど、じゃないかみたいなやつなんですけど、これのラウンジ入れたり、あとはもう待たずに乗れますみたいなのがあるんですけど、まあこれをね、使ってくださいっていうのがね、私の願望でございます。なんでかっていうと、この JCB っていうのがね、ポイントなんですけど、まあ、少子高齢化とかですね、まあ選挙に行こうとかですね、そういうのは私全然気にしてなくて、まあ短期トレーダーとしてまあ、やってるのであまり長期的な悩みとか特にないんですけど、まあ日本で生まれたので、まあまあアメリカとかオーストラリアにもいたので別にどこでもいいんですけど、やっぱりまあ日本で生まれたので、まあ日本が良くなってくれた方がいいなと思うところはありますと。で、その時にですね、まあ皆さん、まあ、ペイペイしかり、まあ、スイカしかり、いろいろ電子決済あると思うんですけど、まあ、クレジットカードだと、マスターカードとかビザとかあると思うんですけど、まあ、あの辺を使うとやっぱりアメリカにお金が直で行ってしまうわけですね。手数料として 1%、2% ぐらいが、毎回皆さんがお金を使うたんびにアメリカに送金されてしまうわけですね。その時に、まあ、JCB を使えば、一応、まあ、国内に、まあ、その分のお金が回ると。まあ、アメリカはやっぱり技術大国なので、まあ、黙っててもお金が来るんですけど、日本はなかなかお金がないと。まあ、国レベルでですね、お金がないと。まあ、岸田さんも困ってるわけなんですけども、そんな時にですね、ビザ、マスターではなくて JCB を使えば、まあ、国のお金事情に少しでも貢献できます。さらに、ディズニーと USJ のラウンジも使えるようになりますっていうことでですね、皆さんよろしければ、まあ、JCB 使ってみてくださいっていう形でですね、はい、使うところが、まあ、ちょっとね、なかったりするんですけど、アメックスと提携したりしてですね、まあ、使えるところも、まあ、増えたりしてますと。で、まあ、どうしても使いたくないっていう人はですね、なんか、月額の固定費、光熱費とかの引き落としだけでも、JCB にしてですね、まあ、カード持たなくてもいいので、JCB にしていただければ、その、日本の、その、国家予算とかがですね、まあ、ちょっとは良くなるはずです。アメリカにお金がいかないので。まあ、あとは Google とか、まあ、インスタとか、まあ、皆さん、メタじゃないな。なんだまあ、インスタグラムとか使うと思うんですけども、あの辺とかもね、まあ、それよりもまあ楽天使いましょうみたいなね、まあ言う人もいますけど、別に僕も Google 使ってますけど、まあできる限りですね、まあやはり日本のものを使う。私、携帯もパソコンも、ヘッドホンも全部ソニー製だったりするんですけど、Mac のものは、会社支給のものは Mac だったりするんですけど、まあ日本のものをちょっとでも使えば、ちょっとずつ日本が良くなっていくっていうところがあるので、まあこういうところからですね、まあディズニーランドに行ってる時点でアメリカなんですけど、まあせっかくなので、はい。というところでございます。ぜひ日本を良くしていきましょう。でですね、これ最後に、ディズニーさんの言葉を置いときます。ウォルト・ディズニーです。夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。いつだって忘れないでほしい。すべては一匹のネズミから始まったということを。ということですね。まあ小さな一歩からいろいろ日本を変えていけたらな、と思いますので、皆さんもですね、日経が3万円、5万円、10万円、100万円になるようにですね、皆さんの資産を上げていけるように私も、いろいろ研究していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしますということで、はい。ディズニーとオリエンタルなどの違いという話でした。はい、ありがとうございました。パチ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 。